皆さんこんにちは、タケライダーです。今日はですね ZX25R と忍者400の比較ということでやっていきたいと思います。あらかじめ言っておきますが、この動画は僕の試乗体験をもとにですね、ツーリングがてらベラベラ喋るだけというものですので、25R も忍者400も出てきません。対象のバイクが見たい方はぜひ試乗動画をご覧になってください。これ毎回言わなあかんかな。あと申し訳ないんですけど、今回結構思ったことをズバズバ言いますので、そういうのが苦手な方はご視聴をお控えください。はい、それでは行きましょう。まずは ZX25R と忍者400のスペック値の比較をしていきます。車体の大きさに関してはほぼ一緒なんですけど、ホイールベースを見れば若干 25R の方が大きいかなといった感じです。シート高は同じ785ですね。体重も 25R の方が重いので、大きさで言えば 25R の方が大きいと言えるのではないでしょうか。燃費に関しても 25R はかなり悪いと言えます。パワーの違いを見ていきますと、排気量の違い、それから気筒数の違い、最高出力、馬力に関しては同じなんですね。にもかかわらず最高出力回転数は大きな差があります。 25R に関しては回転数自体は実際には18000ぐらいいきましたね。それからトルクの違い、タンク容量の違い、それからフロントフォーク、はい。大きな違いはこのぐらいかなといった感じです。タイヤはどちらもラジアル履いてます。はい。では実際に乗り比べてどうだったかということなんですけど、最初に結論を言います。どっちが好きか、どっちを買うかって言われたら僕は、迷いなく忍者400を選びますね。迷いなくです。というのもですね、忍者400に試乗した時は、まるで欠点が見つからなかったんですよ。めっちゃええやん、このバイク、つって。完璧すぎるわ、何から何までっていう感情があったんですけど、25R に関しては乗ってるうちに次から次へと、気になる点が見つかったんですよね。これちょっとどうなんやろうな、みたいな感じの。それを話していきたいと思います。2班最強のスーパースポーツモデルとして魅力満載、楽しさマックスだったわけですが、その 25R の欠点じゃないな、気になる点とは、まずは何といっても乗車姿勢がきついと感じました。試乗した時結構シャレにならんぐらい手首が痛くなりました。僕の姿勢が悪いのかもしれないですけど、初見であんだけ手首が痛くなるバイクってなかなかないなと思いましたね。がっつり前傾かつ高回転キープっていうのもあって、とにかく疲れる。俺が置いた証拠かな。1日借りる予定やったんですけど、もうしんどすぎて3時間ぐらい前に返しましたからね。もうしんどい、これ以上乗れんっつって。ステップとかペダル周り、あとハンドル周りのライポジ自体は別に悪くなかったんですけど、なんか長距離乗ってるとしんどかったですね。はい。ZX25R は長距離向けのバイクではないと、これは言い切れますね。あれはレース使用車です。素人が調子乗って長距離運転するもんじゃねえ。それから数々の機能に対して僕は思うところがありました。はい。いらねえ。ライダーサポートの電子機能満載であることがバイクの価値を上げていること自体は変わりないんですけど、機能を増やせば増やすほどそのバイクが魅力的かと言われたら僕はそうでないと思います。パワーモードやトラクションコントロールもあっても結局使わないですし、クイックシフターに関しても僕はいらないなって思います。やっぱりギアチェンジとかもっと上手くなりたいじゃないですか。そういうのもあって、もちろん必要とする方もいらっしゃると思うんですけど、僕は個人的にああいう多機能はいらないかなって思ってしまいます。例えばですけど、車の白線越えそうになったらピピーって音鳴ってハンドルアシストしてくれる機能とかあるじゃないですか。あんなんいるか。冷静になって考えたら、ああいう機能をつけるのってどうかと思いません？人間がいかに前を見ずに運転しているかってことの表れだと思うんですよね。別に機能がいろいろついてても使わんかったらええだけの話やんっていう人もいらっしゃるんですけど、そういう問題ではないんですよ。使う使わないの問題じゃない。今回そう感じてしまったというのもあり、僕の夢の車両である忍者 H2 への期待値が少し下がってしまったというのがありますね。それから最後もう一つ気になったのが抜群の燃費の悪さですね。25R はレース使用車ですから燃費が悪いのは致し方ないんですけど、こういった比較の話になってくると燃費が悪いっていうのは欠点以外の何者でもなくなるんですよ。そこはご理解ください。エンジン音がいいですからついつい回したくなるんですよね。ガーって。ほんで調子乗って回したらですね、なんと、走行距離200キロもいかないうちにガソリンメーターが点滅し始めたという恐るべき燃費の悪さ。25R は4気筒ですから、そこはもう仕方ないんですけどね。もうこれは好みです。僕の好み。燃費の悪いバイクはちょっときつい。一方で忍者400は 25R と違って燃費ええし、乗車姿勢楽やし、軽くて扱いやすいしっていうことなんですよ。もうほんまに乗りやすいバイク。僕みたいな田舎道長距離ライダーにはああいうバイクの方が向いてるんですよ。25R の方が忍者400よりも優れている点を挙げるとすれば、まずは何といっても抜群のサウンド。あとはシートの柔らかさとヘルメットホルダーの位置が良かったぐらいですね。ぐらいですねって言ったら失礼やけど、サーキット走行性能に特化したバイクっていう感じでした。この2台のバイク面白いのが馬力が同じってことですよね。加速感とかそういうパワーを見比べた時に、ああ確かに同じやなーっていうのは感じたんですよ。ただ一つ言わせてください。忍者400にあって 25R にないもの、それはズバリ何だと思いますか？余裕ですね。同じ100キロを出した時でも余裕が全然違います。余裕というのを分かりやすく表現すれば、回転数とか音っていう話になってくるんでしょうか。多分どっちも最高速は同じぐらいだと思うんですけど、時速100キロに行くまでですよね。忍者400はスッと100キロ行きます。25R はヒューンと100キロ行きます。迫力あって楽しいんですけど、ちょっと余裕ないなっていうのは感じますよ、正直。25R のパワーはですね、我々が乗ってる2気筒250に比べたら比じゃないんですけど、忍者400先輩に比べたら、ちょっとね、めっちゃ吠える犬って感じ。忍者400は狼。
今の分かりやすい 25R の4気筒エンジンのすごいもどかしさを感じました。大型バイクに搭載されるはずの俺がなんで250という枠の中で暮らしていかなければならないんだというね、俺はもっとパワー出せるのにっていう4気筒エンジンちゃんの声ですね。ですからまあ簡単にまとめると、たまに遊びで乗ってやるには 25R が楽しいと思いますけど、愛車として長く愛していくには忍者400の方がいいと僕は思います。なんか女の話してるみたいやな。 25R なんてすぐ飽きる、1ヶ月で売ったみたいなコメントいただいたんですけど、まあ正直僕もそれは思いました。あのレーサーバイクは僕には手に負えないというのが正しい表現かもしれないですね。まあそんなこんなで、いかに忍者400が乗り手のことを考えて作られてるかということ、彼の素晴らしさを再確認した、そんな回でもありました。今回の試乗を通して僕がバイクに何を求めているかっていうのがはっきり分かった気がします。それはズバリ操作性、扱いやすさですね。結局扱いやすいバイクが優勝。僕が言う扱いやすさっていうのは運転中の話なんですけど、まあ加速、減速、それからコーナリング、ステップ周りとかハンドル周りの操作性、車体の傾けやすさとか曲がりやすさ、ニーグリップ言ったか、まあそういう総合的な扱いやすさがしっくりくるバイクが僕は好きなんやなっていうのを思いました。たまにバイク屋さんが売り文句で、乗ってるうちに体がバイクに馴染んでいきますよみたいなこと言いますけど、そんなん言い出したらキリないわ。そんなん言ったら全部そうやろがいって僕は思います。僕はやっぱり初見で乗った時の感情、フィーリングを大事にすることがバイクを長く愛していく上で大事なことかなと思ってます。乗り心地は微妙やけど見た目が好きすぎるから買ったみたいなのも全然ありだと思うんですけどね。僕の中で見た目マックス、乗り心地マックスみたいなバイクに出会える日を楽しみに待っています。あともう一つ余談なんですけど、なんとなく分かったことが、バイクの足回りの話ですね。僕は整列フォークのバイアスタイヤが好きです。その真逆が倒立フォークのラジアルタイヤなんですけど、一般に前者はツーリング向け、後者はレース向けって言われるのかな。 25R もそうでしたけど、倒立のラジアルってなんか曲がりにくいんですよ、僕の中で。交差点とかで曲がる時もなんかタイヤが滑る感じというか、ハンドル取られる感じというか、それがすごい怖いんですよね。その一方で忍者 Z といったバイクは整列フォークのバイアスタイヤなのでめちゃくちゃ曲がりやすい。車体に安心して体を預けられる感じがあります。剛性が低くてよりしなやかな挙動を実現してくれてるんですよね。だからなんとなく疲れない感じがする。体がガクンガクンってなるのもしんどいし、そういった感じでもう6台ぐらい使用してますけど、フロントフォークやタイヤの違いによって出てくる感触の違いっていうのがなんとなくつかめてきた感じはします。見た目は倒立フォークの方がかっこいいですけどね。はい、余談でした。というわけで川崎の銅馬力対決、忍者 ZX25R と忍者400の比較動画でした。余裕を搭載していて乗り手のことを考えてくれている忍者400が僕は好きだったという結論です。どちらも川崎が生み出した素晴らしい車両です。新しいことに挑戦し続ける姿勢には本当脱帽ですよね。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。